八木昭人先生。剛柔流開祖宮城長順先生の弟子だった祖父八木明徳先生が起こした国際名武館剛柔流の3代目です。うちの家系も、空手一家ですので、途絶えることなくですね、型も変えることなく、剛柔流の流派を守って、イコールまた沖縄の空手を守ることにもつながると思いますし、剛柔流と沖縄空手を守り続ける八木先生。今日は連続組手と小手鍛えを見せてもらいましょう。これだけパーン開いて逃げるだけで強いじゃないですか、もう手は痛くないんですよ、心が痛い、本当に心が折れそうになるぐらいこれをこれ内側だけですね。いける。ゆっくり曲がるんだ。これがスナップですね。なるほど。ガーンだと力だけなんで、当たる瞬間にひねると。当たる瞬間につくのと一緒です。で、受ける瞬間に返す。痛い。めちゃめちゃ速い。これ痛いんですよね。痛いですよ。小手鍛えというのは沖縄空手はもういろんな流派みんな共通してる稽古なんですかね。そうですね。剛柔流はもうちろんやってる。上地流もですけど。なんでやるんですかこういうことを。肘から先を鍛えなさいっていう教えがある。聞いたこと。小手鍛えで腕さえ鍛えとけば何かあった場合本当に3割ぐらいは勝率があるんじゃないかと。ここ疲れる前に手で受けましょう、受けましょうとかっていう。なるほど。じゃあ小手鍛えとさっきの掛け手っていうのはすごく重要ですね。もうこれだけで本当に肩の練習はいらないかもしれないというぐらい、ここだけ鍛えておけば何かあった場合はさばいたり守れるんじゃないかという。手を他大丈夫ですけどね。ここに筋肉つけますよ。見えないかな。ここにですね。確かにここがなんか盛り上がってる。それ何ですかそれ。それなんで？ここで親指を曲げるとかですね。親指を曲げるから。本当だ。なんかここが動いてる。これなんか。そうですね。ここに当ててます。ここに当てるんですか。はい。すごい。意識はここで受けるように。これが特徴って言ってましたね。何でしたっけ。そうですね。親指を曲げて。親指曲げて正面に向けるんですよね。これね。これで目を向けられないですよね。普通は。こうそうですね。なので。なるほど。これは型の時もこういうふうにやるんですか。そうですね。面を相手に向けて、これで目を潰しに行くとかっていう考え方なんですけど、とこの骨を出してここで引っ掛けるというさっきの掛け手とじゃないですか。この感じですね。こういくとも力が突きが入ってくるので、しっかり相手の突きを横に返しながらさばくと。なるほど。明宏先生と前やったすごいこう行ったり来たりするめちゃくちゃ速いやつありましたよね。やってみますか。4中でお願いします。これは攻撃と受けを交互に約束して、まずは攻撃受け、攻撃受け、攻撃受けっていうのを交互に約束した約束組手の連続組手という、これも明徳先生が稽古体制としてあるような、これは今は上中下やりましょう。上段中段下段ですね。上段中段下段、上段中段下段
なんていうこの交互に攻撃するのが決まっているので、はい、これをだんだん慣れてきたら、例えば中蹴り芸、上芸中、中中上とですね、いろんな組み合わせで。すごい。へえ。そのパッとできちゃうんですかそれ。はいはい。中蹴り芸、中蹴り芸、はい。これ中蹴り下って言ったんですか。はい、中段蹴り下段。中段突き蹴り下段。ああ。中段蹴り。すごい。なんか暗号みたいですね。これで例えば中段、上段、下段、はい、中上下とかですね。はいはい。下下上とかですね。いろんなコンビネーションで。次は今決めずに上中下、中手刀下とか決めずに、はい、相手が来たのに反応すると。はい。これは今決めないでやってるんですか。決めないで来たのを反応して入る。でもまあ攻撃受けは交互にやってるんで。来たのに反応してこっちも来たのに反応するんですか。はい、へえ。この距離で稽古なんで怖くて決めててもかなり近いですよね。もう一回ちょっとどの距離なんですか。まあもう届く距離ですよね。確か。こっちが遠慮してついたらこっちの受けの練習にならないので、はい、まあお互い遠慮してるので、思い切りつけましょうと。でもやっぱ肩入れてきたりアドレナリンでバーンってくるのがいいんですけど、まあ、それは当たった人が悪いのでどう反応できるかとか。これでもお二人はもう子供の頃から一緒にやってるってことですよね。そうですね。ですよね。まあ小学校も中学校も高校。ということはこの練習を今までもう何十万回とかやってるわけですよね。多分二人で。そうですね。もうお互い40過ぎたのでもう何年40年ぐらいやってますよね。結局数えたら大変ですよね。一日何回一緒に稽古してるっていうか一緒に何かをやるっていうのでは何十年40年かやってるんだね。やってるんだね。やってるんですね。すごいですね。これはもうなんか特別じゃなくて、で今はその秋人先生がこちらの館長なんですか。はい、そうです。正式な名前は何なんですか。僕は国際名武館剛柔流空手道連盟、総本部八木道場の、館長、会長ですね。この組織では、はい。あ、そうなんですね。で副会長副館長になります。あ、そうなんですね。明達先生は今2代目宗家というところでいらっしゃるので。なるほどなるほど。ついて僕ら押し込むと、はい、表面だけじゃなくて、はい、突きは押し込むという、パンチや突きは突き抜くという意味で当てて押す。秋人先生、はい、久米村。そうですね。もうご先祖のこと考えることあります？ありますね。年とともにですね。ですね。父親だったり祖父だったりっていうのが、普通と違って空手の、師匠先生でしたので、うちの家系も、空手一家ですので、できたら途絶えることなくですね、型も変えることなく、対応しながらいろんなものに対応しながら、その剛柔流の流派を守ってイコールまた沖縄の空手を守ることにもつながると思いますし、ちょっと年とともにですねそこばっかり考えて、残してくれたものを守っていくと先祖様ですね、そういう考え方で、でも例えばこの技がこうなってきたりこの分解開催がこうなってきたりというのはもう、聞けないずっとミステリーな、ままなんで、おそらくこうだろうという考え方と、でも型はそのまま伝えて、それぞれに合った人に合った指導方法だったり稽古方法を見つけさせて、自分なりに解釈させて、体を動かす身を守るというのを、
指導をする時も意識してやってますね。僕もそうなんですけど、だんだん肩の奥深さというかで空手をやってた人たち、先人たちの考え方とかですね、もうやっぱりわんぱくの人がもうやっぱり腕っぷしとかですね試すことで強くなりたいとかでやってきた人が多かったと思うんですよ。で今みたいに、肩の大会組手の大会もないし、それこそ本当に自分が強くなるためにっていうのが目的だったと思うし、強さイコール、先生が良ければ強く鍛えることによって心も磨かれて人に優しくできるとかっていう考え方だと思うんですけど、だんだん少しずつ分かってきた気がします。それは一番気づいたのは子供を教えるようになってからですね。子供クラスがちょっとついてきてくれるようになって、僕も親になってからっていうのもあると思うんですけど、何を求めているか違う人に対して、大会もないのに争うためじゃないのになんで付き合う気を稽古したり自分と向き合うとか何なのそれみたいなものを噛み砕いて飽きないようにはまらせるようにですね、で自分と向き合う大事さとかをやっと指導して生きながら自分も考えきれるようになったのはやっぱり子供に教えるようにちょっと熱がたくさん熱量が増えてからだと思いますね。大人はもう黙ってても自分で稽古しますし、もっと欲しいもっともっとというこの本当になぜとか理由とか、で頭で考えてから反応する人ととりあえず続けながら後でヒントで分かったっていうのを自分で探す方もいらっしゃるし、本当に特別なものじゃないかもしれないですね。沖縄にとっての空手は文化で生活の一部にあった人たちで、ここまで子供たちが増えたり、女性が増えたり年配の方が年取ってからいい健康のためとか運動のために始める人もいらっしゃいますし、こう考えたら特別なものではなくてそこに根付いた運動じゃないんですけどの中に、突き詰めたら深いものがあって奥深さがあって探求心が生まれてきた時にやっぱりドハマりしてもっともっとっていう向上していくっていうのは感じがしますね。ここ久米なんであれですよね、前孔子廟とかも近いんですね。孔子廟も明るかったら見えるんですけどもう100メートルぐらい、あっちの方なんですね。ここが中国からの渡来人たちがやってきた久米36世の住み着いた久米村で、今でもそこで八木先生たちは空手を教えていると。そうですね。八木昭人先生の沖縄空手シリーズ、次回をお楽しみに。 Everyone is a hero in 黒帯ワールド。黒帯ワールドでは誰もがヒーロー、もちろんあなたも。それではまた黒帯ワールドでお会いしましょう。